ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ関連ニュースの詰め合わせとなります。この春にもウクライナ軍は反攻作戦を行うだろうというのが事前の触れ込みだったわけですが、未だ発動されていません。しかし、いよいよもって作戦の発動時期が迫っているようです。今回の動画ではその前触れともいえる動きなどについて追っていきましょう。まずは地図を元にしてウクライナ関連ニュースを追っていきます。ロシア軍が占領している地域は赤色で示されている部分です。この地域に対してウクライナ軍が攻撃を繰り返しています。それはイギリスから供与された長射程のミサイルストームシャドウを使っているからです。このストームシャドウは従来のハイマースによる攻撃よりもより奥深くまで攻撃できることから、ウクライナ軍が前線司令所や弾薬庫などに対する攻撃を繰り返しています。しかもウクライナの国防大臣はストームシャドウによる攻撃は現在のところ100発100中のレベルで攻撃が成功しており、ロシア軍は全く対処できていないと発言しています。実際にこの成功率が正しいかどうかについてはわかりません。しかし、ロシア側が欧米製の兵器に対して脆弱であるということは以前から分かっていることですから、100% ではないにしろ高い命中率を誇っているのは間違いないでしょう。しかし、一方でロシア側も長射程のミサイルはもともと持っていますから、それらをウクライナの首都キーウやまた地方都市など様々なところに打ち込んでいます。こちらの映像は空襲警報が出た時の首都キーウの地下鉄の様子です。多くの人々が警報中は避難しています。一時期は警報が出ていたとしても数が少ないことからあまりこうした避難をする人もいなかった時期があったようなのですが、ここ最近はまとまった数打ち込んでくることもあり、多くの人々が避難するようになったようです。例えば、昨夜のロシア軍のミサイル攻撃などは、巡航ミサイルが40発、それに絡めて突撃型の無人攻撃機が35機と、非常に多数の攻撃が行われました。このうちウクライナ軍は巡航ミサイルは40発中37発を撃墜、突撃型の無人機に対しては35機中29機を撃墜したとしています。ただし、この数なのですが、首都キーウの場合だと、欧米製のパトリオットミサイルやそれに準ずる防空システムが導入されていることから、高い迎撃率を誇ります。しかし、地方都市などにはそのような防空システムはありませんから、ロシア側の攻撃によって一般市民が数多く犠牲になっていることを忘れてはなりません。さて、先日、ウクライナと国境を接するベルゴロド州に対して、ロシア人義勇軍らが攻撃を仕掛けるといったことがありました。それらの攻撃は現在のところ撤収しているわけですが、潜伏している兵士がまだいるのか、ベルゴロド州では引き続き変電所の火災などが起こっています。これはロシア側にも協力者がいる可能性を示していることから、チクリと警備がされていないような施設に対する攻撃は継続的に行われる可能性があります。イギリスから供与された長射程ミサイルストームシャドウを使ってウクライナ軍が各地に攻撃を仕掛けているといったことをお伝えしましたが、同じような兵器をドイツも持っています。そこでウクライナはドイツに対しても長射程のミサイルを供与してくれないかと要望しているようです。ドイツ版のストームシャドウはタウルスという名前で最大射程距離は500キロにもなるそうです。ただし、ストームシャドウも本来であれば300キロ以上の射程距離があるのですが、輸出版にはある程度性能を抑止している部分があると見られているため、ドイツがタウルスを供与するにしても、射程距離を短く制限したものを送るかもしれません。何にしてもイギリスがストームシャドウを送ったことにより、他の国がウクライナに長射程ミサイルを供与するのに明らかにハードルは下がったと言えるでしょう。戦いは陸上だけではなく、海の上でも行われています。つい先日、ロシア側の発表で、ウクライナ軍の無人突撃艇を撃破したというニュースが流れました。ロシア側の発表によれば、3隻の突撃艇を全て撃破し、ウクライナ軍の目論見を完全に打ち破ったといった内容でした。ところがこの発表を受け、ウクライナ側からは、いやいや全ての突撃艇が撃破されたわけではないとして、突撃が成功したであろう映像を公開しました。この突撃艇がうまく爆発したかどうかなど、その後の損傷具合については今のところ明らかになっていません。沈没はしていないんだけれども、損傷して他の船に曳航されているといった話などもあるわけですが、確認は取れていないのが現状です。しかし、完全に撃破されたといったロシア側の嘘がバレてしまったようです。最後に、ウクライナ軍が反攻作戦を行うにあたって
いよいよその時が近づいていることを示す動画が投稿されました。ウクライナはロシアによって奪われたものを取り戻しに行くんだという決意を新たに表明しています。Я йду знищувати! Моїх братів, гвалтівників моїх посадок. Нехай рука моя буде твердою! Щоб вбивати ворогів! Нехай око моє буде ясним! Щоб вбивати ворогів! Нехай зброя моя буде справною! Щоб вбивати ворогів! Нехай воля моя буде сталь! Щоб вбивати ворогів! Україно! Рідна земля мати! Господь, Отець наш Небесний! Благословіть! Наш рішучий наступ! Нашу священну помсту! Нашу святу перемогу! ウクライナ側の方から反攻作戦が近いといった話をしているわけなので、これを牽制する動きとして、ロシア側は長射程のミサイルを使って、ウクライナ各地に対する攻撃を繰り返すようになっています。ただし、これらの攻撃については、首都キーウに対してはほとんど意味がないものとなっています。基本的には、欧米から供与された防空システムが非常に強力なので、この防御を突破することができていません。ただし、このような攻撃をどこまで続けられるかといった点については、ウクライナ側の方が不利な面があります。何しろロシア側の方は自分の方で何とか兵器を作っているのに対して、ウクライナ側はパトリオットミサイルなどを自力で作成することは不可能だからです。あくまでもアメリカなどから防空用のミサイルが供与されない限りは在庫が尽きてしまえばロシア軍の攻撃が通るようになってしまいます。ただし、そのような攻撃が通ったとしても、じゃあ戦争全体に対する影響があるかといえば実はありません。というのも、ロシア側の行っているのは常に軍事施設ではなく一般市民を狙った攻撃であり、これは戦争継続においてはあまり影響がないからです。第二次世界大戦であれば街を丸ごと焼き払うような絨毯爆撃といったものが行われたわけですが、現在行っているロシアによるミサイル攻撃はあくまでも単発のミサイル攻撃が連続しているだけであり、そのような街全体を焼き払う能力などは全くありません。ですから一般市民を傷つけ、それによってロシアに対する反発心をウクライナ国民全体に広げるだけの効果しか実際のところはないのです。もしもロシア側の指揮官が有能であれば、戦争継続能力を奪うために、もっと軍事施設やウクライナ軍の前線指令所や弾薬庫などに対する集中攻撃を行うのでしょうが、今のところロシア軍にはそのような有能な司令官が現れていないので、このままであれば嫌がらせ以上の効果を生み出すことはないでしょう。ただ、そのようなロシア軍であったとしても数は非常に多いですし、守りを固めればそれを打ち破るのには非常に多くの労力をかけなければなりません。そうした意味ではウクライナ軍が反攻作戦を行うぞと予告したことは、ロシア軍が攻めに出てこないという効果を生み出しますが、同時に守りを固めたロシア軍を打ち破らなければならないという非常に難易度の高い状態になっています。この点に関して言えば、戦略的な目標としては南部のザポリージャ州をきっと取り戻すだろうというのが本命視されています。しかし、守りを固めている以上はその守りを迂回する形での反攻作戦を行う可能性というのも当然存在します。例えば陽動作戦として行われたベルゴロド州に対する攻撃などはまさにその典型例で、ロシア人義勇兵らがベルゴロド州に侵入した際に守りの兵はほとんどいなかったという実情だったようなのです。同じようにして守りが固められていない場所であれば容易に打ち破れるというこの前例をもとにすれば、南部のザポリージャ州以外のところに反攻作戦の主力を差し向ける可能性というのも十分あるわけです。例えば東部戦線でロシア側がこれまで攻勢を行ってきた都市から逆侵攻する形でロシア軍の陣地になだれ込むという形です。この場合だとロシア軍の守りは決して重厚ではありませんから、一度打ち破ってその背後に回ればロシア軍が待ち構えている陣地の後ろ側へと回り込む形で次々と南下することが可能になる可能性があるわけです。このあたりの部分はロシア側もそのようなことは一応分かっているとは思うので、この後ロシア軍とウクライナ軍がどの地点において激しい戦闘を行い反攻作戦を成功させようとするウクライナ軍と、これを阻止しようとするロシア軍の戦い、
どこが主戦場になるかに注目というわけです。ただし、今のところはウクライナ軍にストームシャドウのような長射程のミサイルがまだあるようなので、これらを使い切るまでは、ロシア軍を脆弱化させるために、弾薬庫や燃料庫といった軍の動きそのものを停滞させるための破壊攻撃を繰り返すことでしょう。どんなに兵士や兵器があったとしても、それらの人々が動くための武器、弾薬、食料輸送などを脆弱化させることができれば、戦力は見た目以上に細ってしまうものなのです。今のウクライナ軍は攻めるぞ攻めるぞと煽りつつ、実際にはロシア軍の兵站線をいかにして切るか、そこに戦力を集中しているように私には見えます。ウクライナ軍が反攻作戦を成功させるためにも、こうした前哨戦とも言えるような動きがまだ続くかもしれません。特に今回ご紹介したドイツに対する長射程ミサイルの供与を願い出たという話、これが速やかに成立するようなことになれば、反攻作戦を実施する前にクリミア大橋を落とすといったことも可能になります。補給線の大動脈であるクリミア大橋を落とすことができれば、それをもっていよいよ反攻作戦を行うということも考えられるわけです。このような流れへと進んできたのも、イギリスのストームシャドウ供与の影響が非常に大きく、一つの兵器の存在が戦局の流れも変えるということをよく示している事例だと思います。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナ軍は欧米から供与された兵器を元にして反攻作戦の準備を進めています。現在行われているのはイギリスから供与されたストームシャドウを使っての前線司令部や弾薬庫、燃料庫などに対する攻撃でロシア軍の兵站を切ろうとしています。一方ロシアとしてもウクライナ軍の動きを牽制しようとして多数のミサイルを撃ち込んではいますが、それは軍に対する攻撃ではなく一般市民に対する攻撃です。このあたりロシア軍とウクライナ軍の行動の性質の違いは非常に差が明らかで、ウクライナ軍の方が軍事的整合性が非常に高いと言えます。それだけに反攻作戦も守備よく成功させてほしいものです。というわけで動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。